柳さんお疲れ様です。どうも。ですね、今週はですね、中山競馬場で皐月賞が行われます。なかなか今週なんか、有力馬が関東多かったということで、美穂の方にも、取材陣も多かったですし、かなり盛り上がっているような印象を受けましたけれど、調教なんかもですね、ちょっとド派手な調教なんかもあったような気がしますけれど、今年のメンバーですね、まずこのあたりをですね、ちょっとお話を伺っていきたいと思うんですけれど、今年のメンバーを見て、どういう印象を受けてますかね。多分勝たねえだろうなっていうのが2、3頭ぐらいだな。勝ったら笑っちゃうなっていうのが。それでも、馬券圏外っていうのも3頭ぐらいしかいねえのか、これはいらないよってはっきり言える人がいれば参考にしたいぐらいだな。いや、俺には全く見当がつかない。難しいっていうか、人気もわかんないぐらいでね。久しぶりとかこんなに、もう最初からもう1ヶ月ぐらい前からもう諦めてるっていうか、当たらないと決めてるレース。面白いけどね、レースは面白い。レースは面白いけど、当たった人間は素晴らしいっていうだけのレースで、出る幕ないな。こんな、俺的には。確かになんか、去年みたいになんかやはりちょっとしっかりとした。なんか軸になる馬がね、あれすればいいけど。決め打ちをするかというレースですね。何から買っても、買う人にとっては、正解なレース、結果は別としてね。この馬はダメだよって言いにくいレースだね。それでしたらちょっと一頭ずつ、馬のその状態面と、個性など、その辺もちょっとお話を聞かせてもらおうと思うんですけれど、枠順発表されたんでその順番でもいいですか。そうだな。じゃあ、それましたら、じゃあ、1枠1番、カバレリッツォ。いいところっていうのはちょっと、俺には、馬はもう、当然その世代トップレベルであることは、間違いないなっていう気はするんだけれど、この4つ、これが初めてっていうのが、ちょっと引っかかるんだよね。距離はね、多分そこまで心配することはないけど、結構俺もほらみんなに他の新聞社の人間に一番人気なんだって聞いたらみんな結構これが一番人気と票を集めるんだけど、どうしてもピンとこないんだけれど、どうなんだろうな。レーンは俺は特段レーンがなんだかんと思わないから、外人にしては。よくわからねえ。スケール感とかそういうのってどう捉えてますかね。現状として、この先、ダービーとかやっぱりその見据えた中で、決闘で言うとやっぱりサートルナリア。この辺がちょっと、いろいろとこの評価的なもんです。バランス的には距離は心配ないんだけどね。この馬に関しては。基本的には、俺は皐月は当たらないと思ってるからもう、予想やとして失格だけど、最初から鼻からこれは当たんねえなと。話聞いてた、あまりこの馬に対してピンときてないというか。全然もう、チャンスはあるし、1回でもコーナー4つ4回回ってて、競馬しててくれりゃな。ちょっとそのあたりやっぱり不安があるということですか、やっぱマイルの競馬って、コース形態からして、シンプルに楽だから、ワンターンは。それしか経験し、アドマイヤが、それから、この間初めて中山の2000使ったけど、ある程度上手にこなしたけどね。同じような2と同じようなローテーションで行って、アドマイヤが1回、前哨戦を戦ったっていう形になってるけど、このカバレットっていうのは、これ初めてのマイルでコース形態が楽な競馬だったから、で、クリスチャン、非常にうまく乗ったって、クリスチャンにしては難しくなかったら、いい、進路を探して、早めに抜けるような、さすがに、騎乗を見せて、あれで、アドマイヤとしのいで、その前はアドマイヤに負けてるけど、俺はもうアドマイヤの上だと思ってるから、基本的にはマイル路線でも。
まあそうだね。だからそういう点から考えると、特にだから距離は不安もないし、仕上がりも多分悪くないと思う。もうこの辺はね。もう農山関係とか社内関係の4ヶ月とか3ヶ月とか、そんなところはもう休みに入んねえから。鍛錬だろうから。だからそれは心配ないけど、唯一そういう経験したことがない4つのコーナーで、まあ、一番枠だからスタートをそこまで達者じゃないのに最初にゲート入りさせられるっていうところでね、後方まで置かれなければいいけど、一番枠で。まあ、逆にそこがもう不安だし。プラス、今までのこの馬に関しては、3回デビューから使っての、今回に関しては、条件的にはプラスのよりもマイナスの方が多いなっていう気がしてしょうがないんだけどね。まあそんな感じで、正直ね、わかんないです。中間見てねえし。はい。俺はもうこんな感じで、この馬に関しては。参考にならないでしょう。全部参考にならないよ、今日は。さつきは。はい。続きまして、サウンドムーブ。サウンドムーブね。これはね、若干距離、やっぱりマイルぐらいまでがいいかなっていう気がしてた。まあその辺でっていうところはある。あっさり決める。はい。佐野のグレーター。これも展開向くところの競馬で1回だけはその条件はハマったけど、やっぱりあと1分のところまでは来るけどね、ちょっと厳しいな。はい。ロブチェン。ロブチェンは、俺が思っている以上に強い。失礼だな。2戦で G1 勝ったんだから、この間も早めに捕まえに行ってゴール前に刺してるのが強いんだよね。はっきり言って、ダービー、今回使ってない、皐月使ってなくてダービー行くような馬が仕事強いのがいるんじゃない？そっちの方がレベル的には上って感じがしてしょうがないな。今回使ってこないけどダービーを目指してるっちゅう馬が何頭かいて、圧倒的にそっちの方が質がいいな。でロブチェンに関しては、中山も勝ってるし、この4番枠、スタートはおそらく今まで全部一番速いようなレベルで出るから、これゲートのセンスっていうのは多分天性のもんで、かなり速いと思うね。絶好の枠を引いたんじゃない？だから、まあ、逃げようと思えば逃げられるし、津村のリアライズがほっといてくるんだろうから、で、2番手に収まりそうでね、競馬としては一番乗りやすいような感じもしないでもない。こんな感じ。はい。アスク・エジンバラ。競馬上手で、うまいことこなしてきて、けど、まあ、あと一歩足んない馬だからね。思い切った乗り方をしてどういうところかっていうところだけど、ちょっとダービーの方が面白いんじゃない？フォルテ・アンジェロ。フォルテは、ホブル本命にして、ロブチュンに並ばれるもんが刺されたっていうのがあったけれど、これまた、いかにも中山らしい競馬で、内側の2頭とのレースと、ロブチェンの坂上がってからの足が強かったから、あれだったけどね、脚力は明らかに中山向きの馬だね。で、非常にいい仕上がりで、成長の後は去年の暮れからするとね、随分重厚、もともと多分この中で、一番足が短いかなと思う馬なんだけど、だから逆に中山のが小足が効いていいのかもしれないけど、随分馬自身は成長してるね。器用だよ、すごく。折り合いもうまいし、ジョッキーを苦労させないところがあるんでね、馬的には結構好きな馬であって、有力候補の一頭だったの、いい枠を3枠、6番いい枠引いたなっていうところもあるし、かなり上位には来そうな感じがする。上原厩舎3頭ね、どういう人気になるのかわからないけど、3頭出して全て素晴らしいけど、多分、人気の方になる方のが成長がないなって気がしてしょうがない。勝手に、今日も、馬場エリンその前ずっと下で、この厩舎で上乗りしてるとこちょっと、外からずっと見てたんだけど、
背の高さは全然大人と子供ぐらいの他の子と差があるんだけどね。本当に足短いから、この、アルフィエルマ。この馬はいい馬だなぁと思ってずっとデビューから思ってたんだけど、見た感じのスケールっていうのが背が低いからそう感じないのかもしれないけど。そうですね。見た感じやっぱりどうしても2頭の方が。そうやって見えちゃう。どうしてもね、背が全然違うからな。他の我々はもうアスリートとして2メートルぐらいあるのに、これは1メーター60ぐらいな、背がちっこくても、バスケで世界で行ってるような、そんな感じのタイプだと思う。個人的には、G1 取れるぐらいのレベルにすでにあるんじゃないかなって気はなってる。そういうな、そんな感じする。とりあえず器用。上手。まあ中山の2000なんかじゃあ、ぴったりの条件かもしれないと。はい。じゃあ続きまして、ロードフィレール。竹さんが乗り馬ができたっていうことでね。そうですね。まあまあ、花を添えたって形で、いいんじゃないそれだけで。はい。マテンローゲール。これ馬はいい馬だね。これはスケール感があるけど、本当は、でも競馬が上手なんだよな。もう少し、サイズ長い馬だから小足が効かないからどうかなというふうに見てたんだけど、もう最初から注目してる馬ではあったんだけどね、中山の時とかこの間もあえて、下げてっていうレース上達してるっていうか、頭のいい馬だね。十分にチャンスがレベルはある馬だと思ってる。たくさんいるな。そういう馬ばっかだよ。はい。ライスアドラー。ずっと馬券取られっぱなしだ。頭から勝って。ライスアドラー？ライスアドラーですね。シスキ。そうだよね。この間もトースパイの時も本命で、フリーがあれやって、この間のにも、まあ、勝ったの褒めるべきだ。勝ってますね。まだね、レース運びっていうか、フォームが大味、スケール感は逆にあるんだけどね。まあ、足りるレベルだよ。全然足りるレベル。そうですね。だからもうこの辺はもう全部一緒だ。足りる。強いのがいないっていうか、飛び抜けてるのがいない。まあ確かにこの、操縦性があんまり良くないのかなと思うけど、そんなわけではないですよね。なんか、いやいや、東京のがいいんだよ。これとはさっきと違って足が長いから、一瞬の反応とかやっぱちょっと遅れるんだよ。だからこういう馬は、じっくり、セコンド、サード、トップってギアを入れていけるような流れだったら、もう爆発力は絶大だけど、さっきの同じ球種の、フォルテなんかは、セコンドから一気にトップに入っても、全然迷わないでいけるけど、この、ライスあたりは、やっぱり一個ギアを飛ばしちゃうと、なかなかスムーズに加速できないっていう、これしょうがない。そういう、馬だ。足も長いしね。まあまあ、だから、そういうところのわずかなあれっていうのはあるかもわからないけど、レベル足りるよ、全然。はい、運があれば3連勝っていうケースもあったから。そうですね。全然。っていうことは逆に運がない馬なのかもしれないけどね。逆に言っちゃうと。これ嫌いじゃないから。はい、続きまして、5枠10番、ラージアンサンブル。まあ、具合すごくいいな。ラストの勝負にするんだろうから、多分。まあ、そういうところでね、結構、展開っていうか流れに左右されるケースがあると思う。驚きはしない、馬券圏内。はい、続きまして、じゃあ、パントルナイフ。思いっきりずっと見てて、今日も見てて、悪いところは全然ないよ。弥生パスしてきて、悪いというところは全くない。けれど、飛びつきたいとも思わねえんで見てて。今週の追い切り見てて、どう思いましたか？かもなく不可もなく。全然、なんともない。なんともないって言い方ないけど、
まあ迫力はまだ出てこないね。絆3区のいい馬なんだけど、迫力というところではまだ、物足りないところはある。でも全然、勝てるレベル、能力はあると思う。けど今回に関しては、個人的には飛びつきたくないなっていう、開拓はあんまり買いたいっていう気には起きなかったっていうだけの話。はい。じゃあ続きまして、グリーンエナジー。6枠12番。6枠12番。昔、はい、俺昭和の頃から言ってんだけど、さつきはもう6枠なんだよ。なよく言いましたね。さつき緑。これで、さつき緑でこれグリーンだろ。そうですね。なんかもう、井崎修五郎じゃねえんだからよ。これが一番人気なんだかな、上原厩舎の中では。一番人気になると思います。俺3頭の中では。不思議でな、俺の中では一番落ちるんだけど。ああ、そうですか。うん、全然。この間恵まれたとは、まあ強かった。けれど、ちょっと恵まれてるとこもあるんだ。ずーっとうちらじ、ちょっとスタートからあんまりなくて、うちらちを走らざるを得ない後方から行ってて、直線、ケータ、うまいこと乗ったけど、うちがもう、ど真ん中ドストレートで空いたっていうところがあったんでね、距離、ロスがない、ちゃっきり2000メートル走ってきたっていう、走れたっていうところが最大の勝因だと思うけどね。意外とね、パッと見、柔らかいけど、スワーブで柔らかいけど、俺個人的にはダートだな最初思ってたぐらいなんだけど。まあまあ、全然、あんだけの足が常に使えるっていうんだったら、乗り方一つだろうね。どういう位置取りになるのかもちょっとわからん。この間はたまたま後ろだったかもわからんけど。まあ、普通にうまく仕上がってね。上原厩舎本当に調整うまいと思う。もう50年ぐらいやってるような。で、今日3頭合わせやった後に、俺この厩舎、まあ、堀厩舎からの伝統っていうか、堀厩舎、あとは森厩舎っていうか、そうだよな。堀厩舎から出てるのが、堀森上原ってなってるけど、ここは、やっぱり追い切りを強くやった後にみんなでゲート行って、ゲート通してくるだろ。で、今日もゲート、内コースのゲートに全部、まあ、5頭、この3頭プラス2頭追い切って5頭がゲート行って、そのゲートの前、後ろで輪乗りをぐるぐる回ってからゲート入るんだけど、全部息が入ってて、すんなり全部ゲートに入るもんね。ここなんだよな。やっぱ他のところは、いいか悪いかは置いとくけど、やっぱり、稽古やった後、馬がピリピリしてんのに、すんなりゲートが入るっていう訓練を必ずやってるから、これは俺はすごくそこだけはいいと思ってるけど、あんまり他の厩舎は、見ないけどね、やんないけど、それは、まあいろんな方法があるんだろうけど、今回この3頭とも、あそこで随分時間をかけて輪乗りしてからゲートに入るのにずっと見てたけど、みんな、無抵抗にすんなり入って、非常にいい景色を見た感じはするけど。まあ、多分、新聞社これ最後、一番最後にやって、一番最後に調教師のインタビューでコメントがあったから、それをみんな新聞社聞きに行って、どれが先に来るんですかなことを多分聞くと思うんで、わかるわけねえんだよ、調教師が。調教師がっていうか、わかんないっつうの。その時の流れだけでもう。で、全部チャンスがあるでしょうとしか言いようがない。大体です。こう3頭の順位付けをっていうのも絶対出てきちゃいますからね、話の中で。俺は個人的には、一番強いと思ってるのが、ここに出てこない、上原厩舎でね。青葉からスタートするみたいだけど、あれが、関東馬では、ベスト3のうちの1頭だと思ってる。まだ他に出てきてない馬がいるから。なんて思うかもわからんけど。そうだと思ってる。私はほんと、さつきはいいな。ひょっとしたら横綱だらけかもしれないけど、全部大関じゃないかなと個人的には思っちゃってるけど。こんな感じだ。いいわ。これも。はい。じゃあ続きまして、アクロフェイズ。これはね、県内あっておかしくないね。動き方一つで。結構シャープで切れるよ。馬の全然レベルいいもんな、このカナロアも。で、距離が持つカナロアなんで、今後とも、これに関しては、まあ、ほとんどノーマーク的な人気でいっちゃうんだろうけど、ちょっと個人的には今後とも注目はしていく馬、結構強くなるよ。
来て驚かないんで、全然この辺が全く人気なくても。全く人気なさそう。やっぱりちょっと僕も今言われるまで、あんまり意識はしなかったんですけど。これね、いい、走るカナロアの形をしてるんだよ。で、切れるんだよ。力強さっていうか、切れる。珍しいいい形。マイラーじゃないね。面白いよ。そのうち穴が出んじゃない。まあ、としたらここでもあたりでも、万が一っていうのがあるかもわからないな。大穴だったらこの辺から人気がないから、と思ってる。はい。はい、わかりました。じゃあ、ゾロアストロ。ゾロは、もう堅実味はあるね。で、一瞬の足はいいと思う。スケール感ないんだよな。まあ普通に順調に来てるしな。まあまあ、まあまあ、そのくらいなんだけどね。おそらく人気的にはやっぱり上位の位置にいる。並んだら。です。いや、もう、俺はそう思っちゃってるからもう、俺今回皐月はもう全然参考にならないと思うよ。リアライズが一番人気になると思ってるぐらいだから、その次の。まず次、じゃあ、715番、リアライズシリウス。暮れから、共同通信杯、それからここにかけてっていうのは、やっぱり随分馬がしっかりしてきて、良くなってるなっていうところがあるんでね。俺本命にはしないんだけれど、馬券で一番3着までの可能性がどれかって聞かれたこの馬だね。3着までの可能性。まだ4コーナー、横に馬を並べた形じゃなく、馬身で1馬身とか2馬身とか、離れてての、4コーナー曲がってくるっていうイメージができる馬だから、右回りは全然縛らないよ。先週の、なんでみんな右回りとかなんかそう言ってたから、先週の大会賞で、たら終わってるメールがやっぱり右回りダメだったねなんて言ってたじゃん。俺、ここで確か言ったと思うけど、右回りは良くないよって。ノームコはな。はい。だからこれは全然右回りを全く心配ない。で、距離は、正直わかんないけど、ダメだってことはないわ。マイルだったら2000のがいいなっていう、もう、それだけは、だから全然心配ないんじゃねえかなと思う。なんかもう総合点で高い位置にいるっていうような、そんなレベルで。自分の力が全部出し切れる競馬になるってこと。小細工がなくて、逃げ馬じゃないけど、ほっといて逃げてしまうと。要するに、11.5 のラップでずーっと走っていっちゃうんだよ。この馬の場合は。で、他の馬の場合は、前半12かかっても途中で 11.1 とか2とかって使うけど、この馬の場合は、やっぱりそのまま 11.5 でずーっと走り切れるっていうタフさ。まあ、心肺機能が高いのかもわからんけど。だから逆に4コーナーで並んでて用意の追い比べは、そういう競馬は弱いだろう。でもそれはもうおそらく安城も分かってると思うし。だから中山の今回からなんだっけ C コースか、そうですね。圧倒的に内ラチ有利、もう前が残る、よほどガチャガチャで早めにみんながスパートするような競馬なら別だけど、淡々として流れていけば、まあ、3着まで残り目っていうのは、どれかをこの中で選べたらこの馬にする。だから本誌やってれば、だから多分ね、まあ本誌やってればこの馬本命するかもわかんないけど、多分、この15番って枠引いちゃったからあれだけど、俺はこの馬に関しては、うちでも外でも関係ないと思ったら、初速で、ほっといて離れた、他が行かないから。だけどこれ多分1枠とか2枠引いとけば、結構専門誌とか新聞社の人間、本命してる人間結構多いのかなっていう気はした。この枠だからななんて、全然関係ないんだけれど、そうやって思う人がいて、それで印を落とすのケースもあるかもわからんけど、とりあえずリアライズの場合は最初からもう黒三角って決めてたから、印はこの馬黒三角。黒三角から決めたんですね。黒三角から決めてんの。本命にはしないけれど、ゴール前どんでん返しで差し込まれるっていうケースが多々あるなと思ってるけど、ひょっとしたらでも直線独走になるっても実は驚かないんだけどね。今すごい充実してるから。でも、まあそれはそれで、っていうところはあります。状況見ててどう思いますか？やっぱりね、暮れから、共同通信会の時も、
まあ一段階ギア上がって、あの時もすごくいいなと言ってたと思うんだけど、さらにまたそれよりもギア上がってるね。へそ曲がりじゃなかったら本命だって本命でいいと思うよ。俺へそ曲がりっていうかまあ、今回の皐月は基本的に、鼻っから言うけど、十何頭権利があって、予想するやつも当たれば運だと思ってるし、結果も、ジョッキーの運、厩舎の運、オーナーの運とかいろんなもんで、そんなことねえよって言うかもわからんけど、俺から勝負事だから、そう思ってるんで、そういうメンバーだと思っちゃってるから、で、今回の皐月は、俺が見てて結構気に入った馬で上位を占めようかなと思ってたら、それが10頭ぐらいになっちゃったんだよ、実は。だから、まだ全然決まってない段階で、リアライズだけは黒三角ってことは決めてたんだ。これ黒三角にしとこうと。でもこれからちょっと予想、これから本格的にするじゃないですか。これちょっと。でも黒三角。黒三角これはもう確定なんだよ。ちょっと位置が下がったり上がったりすることも。いや、しないしない。この馬に関しては黒三角決めてんの。で、その次がアルトラムス。アルトラムスな、さすがにこの間は強かったな。さすがってか相手が、ちょっとな、これ、前回ぐらいは全然 OK だけど、まあな、スタートが甘いからな、後ろからなっちゃうんだろうな。いや、いやいやってことはねえけど、3とか県内来ても全くもって不思議じゃないぐらいなレベルにはあると思う。蹴れないよ。全くダメだってことは言わない。この辺に関しても。はい。アドマイヤクワッツ。これは重たい印の一頭ではあったけれど、あんま稽古がなんかピンとこないんだよ。V だけ見てると。いい経験したから、この間が。個人的にはさっきも言ったけど、カバレリッツォと対しては、64で上だと思ってるから。こっちのが。で、距離も、2000は OK だな。24となるとちょっと危ないかもしらんけど。2000は、全然問題ないという感じ。この間ある程度、いつもポジションも取るような競馬そうですよね。いや、初めてやったから、ゆるい中だったから、体が、この間もまだまだ、途上っていうか、それでも暮れよりは良くなってんだけど、暮れの時はまだゆるいから、スタートしたら動かせないで直線だけの競馬は停止したけど、この間はいい刺激になってるね。で、当然これも本命候補だったんだけどね。わずかなところでも17番というところで若干マイナスかな。こんな感じかな。はい。じゃあ最後。バステールか。バステールですね。一番強いと思ってる、今年のこの中では。この間フロックじゃない。この間の競馬見ちゃうと、これでこの枠だし、ジョッキーを考えると、ケツからだな。どうしても。番組に入ろうと思わないな。さて。あんまり、馬込みに入れてあんまりいい感じのイメージがないんです。入れなかっただけで、この間は点取りだったし、まだやんちゃな気象のところとかなんとかで、そういうこと、そんな風な競馬をさせることしないで、どんなもんかなと思って乗ったと思う、様子見で。そしたら、見事に切れた、はまったっていうところあるけど、だからって今回勝負で途中、早めに真ん中を取ってうんぬんなんてことは、ないね。もうこの枠引いたら逆に腹隠れんじゃない？で、ずっと外回してたんじゃ来ない。けどこれも当然本命候補だったんだけど、アドマイヤパステールって本命候補の馬がくしくもこの枠を引いてしまったっていうところでね、印は落とす。で、結局、いらないのって馬券に来ちゃいけないって言い方は怒られちゃうけど、3頭ぐらいしかいないんだよな。多分無理だろうと。ということで、これを聞いた人は絶対馬券取れません。ちなみにね、今話して俺本命何するか大体分かった？いや、僕ね、すいません、アドマイヤとずっと思ってたんですよ。アドマイヤにしたかった。アドマイヤにするとずっと思ってたんですけど、今その話聞いて、やっぱりちょっと枠で評価下げたのかなっていう。結構ね、多分、リアライズが、最初のコーナーで鼻取ってしまうんだけど、その後ろが何を占めるかで、そこどのくらい水を開けられるかで、がっつり変わっちゃうんだよね。多分2番手からはスローになるはずなのよ。
で、そこの取り合いっていうか、そこで結構何ともいるんだよ。そこのポジションを取れる馬、難しくなく。だから、で、そこが絶対有利なんだけれど、6頭も7頭もそこを、要するに2番、2、3、4、5、6、7、8番って前段が多いんだよ。で、そこで多いんだけれど、内拉致から1列目、2列目っていうのは、本当は1列目が、拉致沿いっていうのを絶対そこのところ、前からリアライズを外したら、その後ろの内拉致、そこが一番のベストポジションで、その外の3列目、その横の2番目はまだ OK。3番目は買いたくない。これね、この馬場っていうのは、これ、確実にそこ影響出ると思う。で、じゃあそこの内を狙うところの馬ってある程度絞れるんだけど、直線になると逆にそこもフリーになる可能性があるんだよ。外から押し込められるという。こればっかりはね、まあ俺が何歩考えたところで、レース生き物だから。だからまあ、一番強いのは今回の場合に、ここに関しては、もう、北田さんブラックだと思ってるんだけど、競馬形できないかな、この枠で。ケツまで下げるで外回すか。思い切ってケツまで下げて、ケツまで下げずに外、中段まで頑張って外ずっと回すかって、そんなことは顔で言うがしないな。ケツに下げて内に入るとかっていうのはあるけどね、ケツから。前行って4、5番手まで突っぱねるっていう乗り方するようだったらすごいけどな。力が違うぞって乗り方してくれるんだったら。それはそれで楽しいけど、しないと思う。ということでね。いやいや、難しいですね、これ。参考なんだ。いや、当たんないよ。当たんないけど、もう、大体今枠を今こうやってやると聞いて、個人的には上原厩舎だなと思ってるんだけどね。うちっか。上原厩舎。うちっか。結構、グリーンエナジーを本命してないけど、ライスと、フォルテは毎回本命にしてるから、大概。関東馬だったらここでリアライズが黒三角だろう。だから関西馬でパステルダーとマイヤがこの枠を引いちゃったってことで。で、ロブチュンだよな。まあ、なんか掲示板ありそうだな。楽に。でもキリがないんだよ。摩天楼だってありそうだし。ありそうだしじゃなくて、キリがない。っていうことで、残念ながら、これ、もし万が一これを見てる人がいて、馬券に参考しようという人がいたら、全く参考にしないでちょうだい。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬サブロで、他、福島のが取れるだろう、福島の重賞。福島重賞ですか。福島の、これ、福島牝馬、いいメンバーになっちゃったんでね。パラディレーヌだっけ圧倒的人気が被るけど、これ平坦の福島だったら、いいか、順番いくと、カネラ、フィーナ、はい、ジョイフルニュース、どっちかの一着。いやー、この2頭は買いたいところですよね。平坦ならパラディレーヌ、オソロリー、足りず、2頭、どっちかが一着。どっちかが一着ですね。で、パラディレーヌも当然県内入ってるけど、もう一頭穴場で黄金の空。これ黄金素晴らしくいい。素晴らしい。人気がないからこれからも買いたくなるかもわからんけど、だいたい当たりそうなんだけどね。どっちかの一着で。正八だったら金さかな。金らかな。ジョイフルの方が人気になるんだろうな、多分。いやー、いい勝負だと思います。どっちがって言われたら、ちょっと、はっきりとこっちとは言いづらいですね、今、みんなと。どっちかな。金らはある程度能力の上振れがわかるけど、ジョイフルってまだ実はわかんないんだよな。とてつもなく強いかもわかんない。なるかもわかんないから、これかな。まあ、どっちかだと思う。福島でね、もう今週想定、もうぐちゃぐちゃになる、絶対なるから、本数がめちゃくちゃだからもう、福島除外ばっかりで、中山の方は3頭立てとか5頭立てとかありえない。未勝利もひどいから、どう変わるかわかんないけど、絶対に変わんない条件っていうのは福島の芝の26があったんだよ。で、そこで、石川由紀人が乗る馬。ラーシャローム。そう。
これは結構自信あるわ。この間休み明けで、あれだけど、暮れから休まして、暮れの時も悪くなって、一歩足んないレースだったけど、いや、どんどん良くなってるわ。これは、条件戦は1個2個はそんな苦労はしないで、今未勝利だけど、1勝クラス、2勝クラスぐらいまではそこまで時間かけなくて、いきそうだなっていう、イビル型これでよろは、ちょっと成長力があるのか変わってきたのか。で、こっちが面白かったのが、一勝クラスの1006？小等数のところ。3歳一勝クラス。さすが一勝クラス。ちょっと待ってね、等数がいないところいや、ですね。全部3クラあって、ダート1006、1008とか牝馬とかあって、その、両方とも5頭立てみたいな、バカみたいな、はいはい、バカ野郎ってメンバーになっちゃって、あそこは硬かったんだよな。林厩舎の。タッセルドットですかね。そうそう。それと、それと、6頭立てですね。6頭立て。もう、じゃあ面白くねえや。それと、ほら、国枝さんから言った、木村とも言ったルージュなんたら。ルージュボヤーズ。ルージュ、ちなみに長距離 V で、パントルナイフの内側に合わせたルージュだから、北村が乗っかって。それ、長距離、もしグリーン、なんだっけ、競馬の、JRA のあれで見たら、違いがわかるから、パントリーをよく見せるから、実際に。へーと思うよ。これが国枝さんと言ったコントレールで買った、レコード買ったっけ忘れちゃったけど。それ、国枝記事で言ってたよね。国枝記事で言ってた。それから、全然この間で違うから、これは、頭数が揃えば1点でも買っても面白いかなと思ったけど、そうすると揃わねえのかな。6頭。じゃあ昼寝だ。バカらしいや。こんなの買うとこもねえや。で、皐月賞はね、俺も桜花賞も買わなかったけど、桜花賞は面白く、レースが、馬券が面白くなくて買わなかったけど、皐月は当たんなくても、なんか買っちゃいそうな気がしてしょうがないんだけど、買って取られそうだから、取られて笑ってられる、あれにしようと思ってる。福島はどうすっかな。まあ、皐月は黒三角がリアライザー決まってるということで。本命も決まってるよ、だから、もう枠見て。だから、本命の候補って6頭ぐらいいたんだよ。リアライズが黒三角で、本命の候補6頭ぐらいにいて、まあ、内側のよりの、川田優雅が18番っていうのはもうちょっと、でも、どこにいても結局は馬込み入らない可能性があるからな。むしろいいのかもしんないな、腹くくれてっていうのはある。あと前は内枠だったら本命者かわかんない。2枠ぐらいまで入ってれば。この間前に取りに行けたっていうところで、好意で踏ん張れる競馬、坂井流星がするから、きつかろうが何しようが、そこのポジションで競馬しなきゃ勝負になんねえってことが。質問一つだけいいですかね。ちょっと一つ質問が来てまして。馬のやる気と状態の良さ、このあたりの見分けようということで、まあこれから、まあパドックでよくこれ今、はい。それみんな俺らも平気で言ってるけど、いろんなその番組、テレビとかなんたらで言ってるけど、全部主観だから、馬がいいんで、やる気があるねとか、馬状態いいんだよって、これ全部主観。誰も実はみんなインチキ。俺らもそう思ってる。だけど、主観だから、信用するかしないかって、それ人によっちゃうじゃん。俺はだから気配っていうのが一番重要視してるけど、まあやる気っていうのに繋がるかも、イコールかもしれないけど、状態がいいとかなんとかっていうのは、他の人間が見て、主観だからな。あくまでもその人間の。だから本当は全然違うのかもわかんないよ。だから例えばさっき佐野がパントルナイフ聞いてどうですかって、多分主観で、あれあんまり良くないんじゃないかっていう風に、東京で見てる人は、そうやって思う人が多いかもわかんない。迫力ないから、どうなのって。でも馬見てる全然悪くないしね。悪い動きでもないし、だから飛びつきたくなるようなすごくいいっていう主観の問題でそういうのもないし、だけだけど、だから、誰が状態がいいっつったって、わかんねえんだって、誰も。よく見える。その人がよく見える。だから、俺は自分でそう思ってて自分で買ってるだけだから、
馬券をね。それでしか馬券買えないんだよ。もう昔からよく言ってるけど、要はカジノに行って、バカラやってバンカーかプレイヤーかなんてみんな印つけるんだ、経線で。丸がこっちこっちって。それなかったら貼れないんだよ、駒を。今度こっちだろうって関係ないのに、そう思ってじゃなくて貼れない。で、馬も競馬も一緒で、馬を見てないと、なんでこんな馬買うんだろうとか、買っちゃったんだろうとか、どうなんだったんだろうって、自分で納得して買えば、もうそれで終わっちゃうのに、ただそれだけなんだよな。だから自分で見て、納得して買う、納得して消すっていうしか作業がないと思う。決してそれは、結果は別として、それしかないんじゃないかなっていう気がする。でも誰もわかんないと思うよ。その人の主観だから。特にまあ、それと、また競馬なんか、本当に、多分、ジョッキーすごくが良かったんだよなっていう時多分合ってると思うけど、それでも競馬っていうのは全然関係ないじゃん。一番人気で、それでも平気で負けちゃう。だから今更じゃないけど、先週の、ルメールの桜花賞のやつは、印をつけたけど、まあ、バランスの左手前でしか走れない、もう8割左手前に重心がいっちゃうような、バランスの足とフォームで、やれば、やっぱり右回りは伸びきれないよなっていうのは、ある程度戦前は分かってたけれど、それでも競馬は来る可能性があるから。まあ、本命したアランカールはやっぱり同じケツからいったな。豊ちゃんらしいな。馬込みには絶対入んないな。あれで来ないよ。やっぱ競馬やっちゃう。でもその会社あれやってると必ずあの辺に走ってくるんだよね。掲示板ぐらいには絶対そう。で、あれよりもうちょっと強かったら、あれ、もっとパワーついてくれば、あれがもう、着順が1個2個上がっていくんだろうけど。でも勝ったは、まあ、もうこれでオークス一番人気になるのかな、普通。で、完全に今日、今村聖奈来てみんなに言われてたから、お前、オークス取れるな。岩田康成が言ってたから、目つぶっときゃ勝てるぞ、な。そんなくらいインパクトあった。あそこ結構メンバー良かったんだよ。俺も、パドックの見て、これ結構、俺、アンミカ使ってたろ、上原厩舎。実はあれ一等軸にして買ってて、2着の馬入れなかったんだよ。なんとかの下。まあ、しょうがない。競馬だから。あれ、まあ、そんな勝負したわけじゃないけど、これメンバーバーッとパドック馬見てて、これメンバーいいじゃんと思って。結構人気になってて、印ついてても、これは危ねえなってもいたけど、質高いなと思ったところで、4コーナー、何もしないでまくり上げたから。すごかった。話すごかったですね。一番人気じゃないかと俺も言ったら、いや、もうスターアリスが一番人気ですか。まあ、それは納得だ。2着ちぎれてるからね。確かに。そうですね。完全にもう一つ抜けちゃったような勝ち方でした2番人気なんじゃねえの？今村聖奈、頑張ってほしいところあるよ。ちなみにじゃあ先ほど言った竹豊さんの馬は、俺は、いや、オークスでももう、この間は自分自身でかけただけだから、オークスで良くなるとは思わない。このまま春を通過する。で、オークスで、いや、距離があったから来たんでしょうならそれでもいいけど、もう次は、俺からすると、もう興味がない。オークスで巻き返せますよっていう仕草じゃない。馬が。ただ条件的には向くかもしらんけどね。馬的には全く興味がない。秋までは見ない。そのくらいのレベルだと思ってます。ただ他の軍団から来るかどうか。ダービーは結構基礎なんだよな。この間のリアライズの2着だった馬とか、あとなんとかさっき言った上原厩舎の俺が一番強いと思ってる馬。剣に持ってねえから、そこで、青葉かどっかで剣に取らなかったら、そんな馬を言ってるのにしょうがねえけど。あとなんかいたな。なんかいたんで、がつくような馬忘れちゃった。名前が出てこないけど。結構、骨っぽいっていうか、新しい新興軍団が、ダービーで顔をお目見えするような馬たちが出てくれば、さつき面白くなるんじゃない？何しろ今年の先面白いよな。
面白いと思います。普通だったらさ、まあ、8頭か10頭ぐらいの形の中で、いいなと思ったけど、俺さ、やっぱり15頭ぐらい驚かねえから、逆に言うと、この馬なんだって言えねえしな、逆失礼だから。これは驚くだろうってのは3頭ぐらいだったから、あとは全く驚かないから。荒れるっていう言い方おかしいけど、配当は荒れるかもわかんないけど、決して荒れてるとは思わない結果はね、配当がもし高配当が出ても、というメンバーだと思う。というか、分かってる人はすごいと思うな。尊敬する。まあ、言えることは、予想は当たんないよ。馬券は当たるかもわかんないけど。馬券買えばね。予想は当たんない。上原厩舎で、いや、まあ、俺は短足を買うんだよ。このロブチに負けた負けっぷりを、まあでも、中山の2戦で、この馬に関しては、能力を出し切れそうなステージであって、意外とインパクトがみんなイメージ薄く見えるんだけど。楽しみな皐月賞になりそうですね、これは。面白い。面白いですね。珍しく。もう時間も時間になったんで、今日はもう、これで終わりしましょうか。皐月なくて来週東京はもういいか。東京ですね。まあ当たんねえから。来週は東京は、国枝厩務員の馬が使うので。そっか、イデオちゃんの馬か馬主。うん馬三郎のパーティー、去年のパーティー来た。俺のゲストで来た、下の馬なんで。あ、そうなんですか。まだ若くて、埼玉で歯医者やってる人って言っていいのかどうかわかんないけど、言っちゃったけど。あれ、なんか、若めの方で。若い。なんか覚えはありますよ、僕は。なんか、ご挨拶はさせていただいてます。中学の時から馬主になるために、徳師っていう冠、自分で中学の時に考えてつけたっていうわけのわかんねえ。すごいですね。アンポンタンだ。いや、非常にいい人。まだ若いけど。馬のことが好きで。そういう人が新しくどんどん馬主になるっていうのはいいことで。そうですね。で、それは国枝さんがやってるんだから走んねえよ。そこで豊ちゃんが乗るわけだろ。そうですね。まったくな。来週は飛び込みますよ、競馬場は。そんなの見たかねえだろ。でも、だって本当に、今日の国枝みたいな感じで、どこの社もやってるじゃないですか。いいよ、じいさんだとじいさん。国枝じいさん。なんか、厩務員食堂でご飯食べてたっていう目撃情報も。ちょっと聞いたことねえぞ。いや、あったそうです。厩務員食堂でご飯食べてるそうです。つけて食ってんのかな、じゃあ。いや、だから、厩務員割引で、多分食べてるんです。じゃあつけて食ってんの。だから、そのうち合うのかなと思いながらも、皆さんよく行きますもんね。昨日言ったけどメニューが俺の口に合わなからやめた。ああ、です。いつか合うと思います。そっか。あったら他人だよ。いや、だって、もう、いつも通り、今まで通りの、行きましょう。まあそんなことだ。はい。じゃあ今日はここまでにします。はい。お疲れ様でした。さつきは皆さん自分で考えて馬券買ってください。参考にしなくて、全然参考にしないでいいです。まったり持って。はい、以上。はい。お疲れ様でした。すいません、これいただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は皐月賞の馬体ジャッジでした。いかがでしたでしょうか。今年の皐月賞はめちゃくちゃ難しくて、私も馬三郎のコラボの予想を考えている時に頭が痛くなるんじゃないかなってぐらい大変でした。で、今回私は美穂で上原有機厩舎の3頭を取材させていただきました。ライヒス、アドラー、グリーンエナジー、フォルテアンジェロ、どの馬もすごく良かったんですが、この取材模様はデイリー競馬馬三郎チャンネルにアップされますので、ぜひ動画の方もチェックしてみてください。そして現在デイリー馬三郎では POG 虎の巻が発売中です。こちらもぜひご確認ください。そして柳さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。